Just tell them silent, okay? Not scream, okay? In Thailand, we not scream. Sorry for bringing money to your country. No manner. Yeah, you too. Where you want to go? Where you want to go? Your mom. I just want to help. Where you want to go? Next stage, bye bye. Okay, bye. Just go. I'm gonna call the police for you, okay? Yeah, call. Stop it. Call it. Stop. Call the police. Call the police. Call the police. What's your problem? What's your problem? 通勤通学中の皆様おはようございます。福田の世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、タイからの話題になります。タイ・バンコクの電車内で修学旅行中のイタリア人学生グループが大騒ぎしていたところをタイ人の女性が注意しました。するとこの学生グループは申し訳ございません、静かにしますとはなりませんで、とんでもない暴言を吐くんですね。するとこの一件、タイ国内で大炎上いたしまして、ついにはイタリア大使館までもが出てくるというとんでもない事態に発展してしまいました。本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは本題です。こちらね、見えておりますが、今回タイ・バンコクの BTS スカイトレイン車内でイタリア人学生グループと地元のタイの女性の間で口論が起きまして、このイタリア人があまりにもひどいということでタイで大炎上してしまいました。実際ね、この時の態度を見てみますと、それはひどいものでしたよ。で、さらにはですね、この当事者側の対応が非常に遅れたことにより収拾がつかなくなってしまうんですね。私たちの価値観ではない BTS スカイトレインでのオートケーションが拡散され、イタリアの旅行会社が謝罪ということで、早速ですがこちらですね、オートケーションとあります。こちらが本日のキーワードになります。 Altercation。激しい口論や言い争いということで、こちらね、オートケーションというのは口論という意味になります。言い争いとかね、口喧嘩、これを指しています。で、一般的にね、口論とか議論というのは argument と言いますが、これはね、もうちょっと感情的な口論、こういったニュアンスがあってニュースなどでよく使われます。つまり冷静な意見交換ではないということですね。で、これね、前半部分のオートってあるでしょ。これはラテン語でもう一方とかもう一つのこういう意味なんですね。で、ここから派生した言葉というのがたくさんあるんです。例えばこちら alternate。 これはね、交代するとか交互のという意味です。そしてこちら alternative。 これはね、大体別のとかもう一つの選択肢とかね、こういう意味ですよね。これ日本語でもね、カタカナ読みで使われてると思います。オルタナティブと言われるものですね。音楽のジャンルでよく言われたりすると思いますが、あれはそのメジャーとは違ってね、別のスタイルを持つ、そういった音楽のことを指してるでしょう。つまりこれらは全てこの前半部分、オーター、もう一方、このイメージで繋がっているのがね、お分かりになるんじゃないかなと思います。これ全て根っこで繋がっている親戚なんです。もう一方の選択肢であったり、もう一方と交代したり、そして今回のオートケーションというのはもう一方と激しい口論をしていると、このように覚えてみてください。ということでこちらは私たちの価値観ではない BTS スカイトレインでの口論が拡散され、イタリアの旅行会社が謝罪。イタリアの研修旅行会社はバンコク BTS スカイトレインでヨーロッパ人の10代の若者グループが車内で騒ぎ、乗客に暴言を浴びせたり侮辱的なジェスチャーをした様子を捉えた動画が拡散されたことを受け、タイ国民に正式に謝罪した。この出来事は午後7時頃、サラデン駅行きのシーロム線車内で発生。乗客が口論の様子を撮影した動画をネットに投稿したことで、タイの SNS 上で大きな怒りを呼んだ。ということでこちらではね、何が起きたかと言いますと、タイ・バンコクの BTS スカイトレイン。このね、BTS スカイトレインというのは、BTS というとね、ちょっとややこしいですが、BTS じゃないですよ。これね、日本でいうところの JR だとか、東京メトロだと思ってください。これ BTS というんですね。SRT とか MRT とかいろいろあるんですが、この BTS のスカイトレイン内で、イタリアから来ていた修学旅行生たちが、それは大騒ぎしてるわけですよ。こういった学生というのはね、集団でいるとほら、気が大きくなるでしょ。2人程度だったらね、ここまでの騒ぎにはならなかったんでしょうが、もうほんとね、団体で乗っていたため、大きな声で話してるわけですよ。するとこれに対し、ここに乗っていた、地元のね、タイの女性が、これすごいですね、なかなかできないと思いますが、この団体に対してね、静かにしなさいと、タイではそんな大騒ぎをしないんですよ。このように注意するんですね。すると、この学生ら、申し訳ございませんでしたと、静かになるわけもなく、彼女を挑発し始めます。で、中でもひどいのがね、誰かがね、お前の国に金を持ってきてやって悪かったなって言うんですよ。つまり自分たちは金を落としに来てやってるんだと、こういうことを言ってるんですね。
で、F ワードは飛び交うし、中指を立ててですね、この注意した女性を挑発し始めることになります。でもこの学生っていうのは修学旅行生なんでしょ？じゃあなんでここに教員が乗ってないのって話になるわけじゃないですか。高校で驚きの事実が発覚していきます。これね、タイの方、こちらの動画シェアしてますね。見ていきますと、ここです。これね、教員乗ってました。いるんですよ、このすぐ横に。大人、いたんですよ。で、この前に、あんたの国に金を持ってきてやって悪かったなと、こういった声が聞こえていた時、カメラはこっちを向いていなかったので、誰が言ったのかわからなかったんですね。で、どうやらですね、この時このタイの女性は、この大人と話をしていたらしく、つまりこれ言ったの、この人だったんですよ。で、さらには、F ワードを発したのも、この人物でした。しまいにはね、この人、彼らは全員18歳以下なんだぞ。何考えてるんだと、彼女に詰め寄りまして、警察を呼んでやるって言うんですよ。やばいでしょ。つまり、ここでバカ騒ぎしている学生も、これに付き添っていた大人も、これおそらく状況的に教員ですよね。全員やばかったんですね。この後、こちらね、トラベリングフォックスという、この修学旅行を企画運営した旅行会社ですね。ここにもね、非難が殺到していたため、こちら、インスタグラムアカウントになりますが、声明を出すことになりました。ここ数時間で拡散されている動画について、私たちはこの短い出来事によって、長年にわたり私たちが大切にしてきた価値観とは異なる印象を与えてしまったことをお詫びいたします。今回のグループは多くが若い学生で構成されており、新しい文化に触れ、国際的な環境を体験し、訪問国への敬意と寛容さを育むことを目的とした修学旅行に参加しています。若者のグループではよくあることですが、その場の高揚感から公共の場で騒ぎすぎてしまうことがあります。しかしそれは不適切な身振りや行動を正当化するものではなく、そのような行為は私たちの旅行会社、そして参加者の大多数が大切にしている価値観を反映するものではありません。ということでね、これちょっとね、もっともっと長い文なんですが、以降もね、こんな感じなんで割愛しますね。しかしどうでしょう。ちょっとね、その自分たちがコーディネートした旅行での不祥事に対しての謝罪でしょう。なんかね、ちょっと謝罪してんだかなんだかよくわからないような変な文だなというような気はしましたが、ここね、コメント4000件以上ついてるんですが、多くの方がね、やっぱそう感じてるようですよ。この声明は責任を認めるというより自己弁護のように感じられます。本当に誠意のある謝罪であれば、二度とこのようなことが起きないよう、どのような具体的な対策を講じるかも説明するべきです。ここね、チャット GPT って言われてますね。その下、タイ語になりますが、これね、謝罪はどこなんだと言ってるようですね。あえてコメントさせていただきますが、残念ながら今回示された弁明は、とても納得できるものではありません。今回の出来事は、まだ子供だからというお決まりの言い訳で片付けられるようなものではなく、もっと大きな問題を映し出しています。それは、イタリアの教育がますます機能不全に陥り、悪い結果を招いていることを如実に示しています。イタリア人として、そして母親として、今回の出来事を心から恥ずかしく思います。これはね、ちょっとプクタが感じた違和感とかなり近いものがありますね。今回の学生らの態度というのは、そのすぐ横にいた教員の態度も含めてね、ちょっと異常じゃないですか。子供だからで許されるのは、大勢が集まってね、ちょっと気分が高揚して、大騒ぎしちゃったまでだと思うんですよね。それで注意されたら静かにするもんでしょ、普通。それを中指を立てたり、ちょっとね、これは、教育に問題があるとしか思えない。この方ね、イタリアの方のようですが、本当その通りだなと思いますね。で、この件ですね、本当に大炎上しまして、鎮火する気配がなかったんですね。ついにですよ、こちら、バンコクのイタリア大使館が声明を出すことになります。こちら、イタリア語と、タイ語と、英語ですね。これまだね、出てから1日経ってません。バンコクのイタリア大使館は、SNS で拡散された動画に映る、修学旅行に参加していたイタリア人の観光客グループによる不適切な行動について、深い遺憾の意を表するとともに、これを強く非難します。大使館は、タイ国民及び、今回の出来事によって影響を受けた全ての方々に、心よりお詫び申し上げます。この観光客グループによる不適切な行動は決してイタリア国民全体を代表するものではなく、またイタリアとタイの長年にわたる友好関係の基盤となってきた相互の尊重、友情、礼儀という価値観を反映するものではありません。ということでね、この大使館が今回の観光客グループを非難すると、こういった声明を発表しました。そして最終的にこのようになるんですね。お金では敬意は買えない。バンコクの BTS スカイトレインでの騒動の渦中にいたイタリア人観光客らが批判を受けてついに謝罪。ここね、ファイナリー。ついに謝罪したということで、このバックラッシュからね、遅れに遅れまして、ここね、ほら、あそこにいた大人いるでしょ。この人ですね。ついにこの当人らが謝罪することになりました。グループの代表の一人は、お金では敬意は買えないことを私は理解しています。と述べ、タ
タイの人々とタイの文化を傷つけたことを謝罪した。彼らは当初は恐怖心から公に対応することができなかったが、その後沈黙を続けるのは間違いだったと気づいたと説明。またタイが自分たちを温かく迎えてくれたことに感謝を述べるとともに、自分たちの謝罪が受け入れられることを願っていると語った。ということで、あの動画が拡散され、そのあまりのバックラッシュにね、ちょっとビビって出てこれなかったと。こういうことですね。で、この謝罪というのはですね、こちら先ほども見ましたが、バンコクのイタリア大使館ですね。この Facebook にこちら掲載されています。で、現在こちらですね。見てください、これ。7000件以上コメントついてます。この方がね、もっと大きい声で謝ってもらっていいですか？ BTS にいるんですか？ということで、こちらの謝罪動画。もう風がうるさくてですね。もうほとんど何言ってるか聞こえないんですね。もう風貌できないなら屋内で撮影しろって話なんですが、ボーって言ってて、お前らまだ BTS にいるのかって言われてるっていうね。まず第一に、最初から礼儀正しくあなたたちに注意してくれたタイ人の女性に謝罪しなければなりません。本当に誠意を示したいのであれば、その女性に連絡を取る方法を見つけ、心から謝罪するべきです。これは本当にそうですよね。先ほどの動画でも、バックラッシュが怖くって謝罪してるだけなので、本来であれば、自分たちが罵倒したタイ人の女性に個人的に謝罪するべきですよね。この方、タイの方ですね。私はタイ人の一人として、そしてタイ人として彼らを許すことを選びます。タイ人の多くは友好的で、私たちの国や文化、人々を尊重してくれる全ての訪問者を歓迎します。今回の出来事を深く反省し、自覚したのであれば、この経験を教訓として、二度と同じことが起こらないよう願っています。中指を立ててたやつはどこ行ったんだ？謝罪するのはいいことですが、旅行や他国を訪れる際には、その国の文化を学び、ルールや規則を尊重するべきです。ここね、主要な人物が2人しか見当たらないけど、他の全員を連れてこいと。ということで、この動画に関してはね、もうほんと大量のコメントが寄せられていると、こういった状態になっているんですが、謝罪してくれてね、ありがとうという人もいれば、そんなんじゃ許さねえぞと言ってる人もいるというような状況になっています。はい、ということで本日はですね、先日タイを訪れていましたイタリアからの修学旅行生がその態度から大炎上し、ついに謝罪したという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。ちょっとね、これについては皆さんのご意見も聞かせていただきたいんですが、プクタの印象ですよ。先ほども少し話しましたが、やっぱりね、基本的にこれは若者だからね、ちょっと気が大きくなっちゃって、海外にも来たしね、ちょっと騒いじゃいましたという話とは異質だと思うんですよね。やっぱりその注意された後の態度は異常だし、はっきり言って。で、そこに大人がいたというのも異常だし、当然そういったマインドの人たちが、この数日間でいろいろ考えて、心から反省しているわけないでしょって思っちゃいますけどね。もしこの一件で心を入れ替えられるのであれば、こうはならないでしょって思ってしまいますよ、やっぱり。いやー、だからね、ちょっと先ほども言っていましたが、イタリアの教育、どうなっちゃってるんだろうって思ってしまいましたね。ちなみに、今回のね、この当事者となりました、修学旅行生ら、予定切り上げて帰国させられたそうですね。それもどちらかというと、反省の意味を込めてというよりは、思いっきり顔が出ちゃってたんでね。何かあったらまずいんで。ハワイのアザラシの一件あったでしょ。地元民に粛清されるっていうね。ああならないように返したって見るのが、妥当なんじゃないかなという気はしましたが、本当にね、日本にとっても、こういった騒ぎっていうのは全く一言ではないので、今回ね、このタイの電車内では、そうやって騒いじゃいけないんだよ、わーっと騒いじゃいけないんだからねと、このように諭していたこのタイ人女性、改めてすごいなと思いましたね。で、ブクタね、今回の件ですごく勉強になったのが、タイ語全然わからないんですが、このタイ人の女性ね、もう本当に呆れ返って、しゃあないなって言うんですよ。もちろんそれは耳ですよ。タイでもね、この状況になると、しゃあないなって言うんだなと思ってね、タイ語をすごく勉強したくなりました。มาจากชาติไหนนะคะ